こんにちは、FETC のタイとカメラ裏の藤井です。はい、じゃあ今日は何の企画ですか？今日の企画はティーバッグと茶葉の違いについてです。なるほど、ティーバッグですか。藤井ティーバッグとかって飲む？なんかお茶屋さんからたまにもらったりするので、それは飲みますけど、自分で買ったりとかはしないですね、最近は。僕はすごいたまにだけど飲むんですけど、なんていうのかな、仕事中に正直味もそんなに気にせずに、グビグビ飲みたいかなとかっていう時とか、あと捨てるのめんどくさかったりとか、茶葉をねっていう時は使ったりしますね。ね、そういうイメージです。ちょっとじゃあその茶葉とティーバッグの違いをいろいろ教えてください。はい。はい、じゃあ早速いろいろ聞いていきたいんですけれども、まずちょっと一個気になってるのが、普通の茶葉とティーバッグの中身のお茶って違うんですか？普通の茶葉とティーバッグの中身。これは一般的には全然違っていて、普通の茶葉ってちょっと今画像変わってるんですけど、茶葉こうやって見てもらうと、細長かったり、あと茶葉の形がですね、これお水つけると結構開いてくるんですけど、ティーバッグはかなり細かいんですよね。粉末状というか、これってなんでかっていうと、ティーバッグの素材って原料ってお茶の一番茶だったりとかの作る過程で出てくる端材というか、余り物っていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけどが多かったりとか、あとは一番茶じゃなくて番茶すごい細かくしたものだったりとかっていうのが一般的には多いんですよね。だからすごい細かくなってます。ティーバッグ形状がすごい小さいので、そこに入れるためっていうのももちろんあるんですけども、そんな感じですかね。ああ、なるほど。じゃあ茶葉が細かくなってるってことは、その分普通のお茶と比べると味も違うってことですか？そうです、そうです。味が違うというよりかは、かなり細かいんで、味の出方が違うって言った方が正しいですかね。ティーバッグの場合だと、かなり細かくなってる分、味だったりとか、渋み、苦みとかが出やすいんですよね。で、これってどうなるかっていうと、旨味よりも渋みとか苦みとかの方が大きく感じてしまう部分があって、っていうようなのが味の違いがあります。なるほど。じゃあ、茶葉が細かかったり、もしくはあんまり良くない茶葉を使っているってことは、ティーバッグで美味しいものってあんまりないってことですか？いや、一概にそうとも言えなくて、もちろんスーパーだったりとか、あと量販店さんの方で売ってる茶葉、ティーバッグっていうのは、すごいいい素材はもちろん使ってない場合が多いんですけども、番茶だったりとか、あとは生産した時の余りだったりとかっていう場合が多いんですけれども、一方で百貨店さんだったりとか、あとは生産者さんのEC ですね、通販サイトに行ってもらうと、一番茶を細かくしただけの、素材がそもそもいいものだったりとかが売ってるので、美味しいものはそちらの方で買えるような感じになってます。なるほど。じゃあ普通に一番いいお茶をそのままティーバッグ用に加工して売ってるようなものは、ティーバッグでもしっかり美味しく飲めるってことなんですね。そうですね、そうです。なるほど。じゃあ、次の質問なんですけれども、ティーバッグって結構素材がいろいろあると思うんですけど、この素材って何が違うんですか？素材による違い。これはテクスチャーというか質感が大きく変わってきちゃいます。大きく分けると、不織布と、あとはメッシュ状のやつですね。ソイロンだったりとかナイロンだったりとかって言われるようなもの。で、1個目の不織布の場合だと、これろ過を想像してもらうと分かりやすいんですけど、水がろ過されて不純物が取り除かれるっていうようなのを想像してもらうと分かりやすいんですけど、そうするとお茶もお茶で細かい粉ですねが抜けてしまう、置いてきざるにされてしまうので、とろっとした質感がなくなってしまうんですよね。でそうすると人間の舌ってとろっとした質感がないと、旨味だったりとか、いろんな味を感じづらい部分があるので、そこが失われてしまいます。一方で、ソイロンだったりとかナイロンだったりとかっていうメッシュ生地のものですね。こういう網網になってるんですね。そして穴が開いてるので、粉がうまいこと通り抜けてくれて、ちょっとしたとろっとした質感ですねが感じやすくなります。ってことは、旨味だったりとかもよく感じるような感じになってます。なるほど、そういう違いがあるんですね。じゃあ素材については分かったんですけど、ティーバッグって形もいろいろあるじゃないですか。あれって違いはあるんですか？ティーバッグ、大体2つあって、こういう三角のやつですね。テトラ型っていうんですよね。かなり立体型のやつです。ないしはこれ俵型っていうのかな
こう、フラットなタイプですね。でこれ2つあって、テトラ型の場合、立体なので、わりかしこう、茶葉が広がりやすいというか、味が出やすいですね。この平たい方はですね、かなり、全然こう広がらないんですよね、茶葉が。茶葉が広がらないんで、よりこう、味が出づらかったりとかっていうのはあります。なるほど。じゃあ、テトラ型の方がお茶は結構美味しく入るって感じですかね。一般的にはそう言われてます。まとめてみると、メリットは、これかなり一番のメリットですね。圧倒的に楽に入れられる。すぐ捨てられる。片付けも楽ですね。で、二つ目が、メリットというか、ティーバッグだからといって、美味しくないわけじゃない。全然農家さんとかで買うと美味しいものがあったりとかっていうのもあります。一方デメリットとすると、スーパーだったりとか、その一般的に量販店さんで買えるもの、ティーバッグっていうのは、ちょっと味わいに複雑さがなかったりとか、平坦だったりとかっていうところと、あとはその素材によってですね、ティーバッグの素材によって味が大幅に変わってしまうところですね。これがデメリットになってます。はい、じゃあいろいろティーバッグと茶葉の違いを教えていただいたんですけれども、なんか正直僕ティーバッグって安い分あんまり良くないお茶なのかなって思ってたんですけど、必ずしもそういうわけじゃないんですね。全然そういうわけではないですね。いいものもあるし悪いものもあるっていうような感じです。なるほどです。というわけで今日はティーバッグと茶葉ですねの違いを紹介してきたんですけども、皆さんも Amazon だったりとか、あと農家さんのサイトだったりとか、いろんなところでね、美味しいティーバッグ飲み比べしてみてくださいと。今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思った方は、高評価ボタンと、あとチャンネル登録ですね、していただけるとかなり嬉しいです。それではまた次回の動画で